不動産屋さんの階段へようこそ。自宅の自分の部屋である日突然怖い体験をすることがあります。これは一人暮らしの人には人事ではないお話かもしれません。今回は私の知人で40代前半の男性、仮に小川さんとお呼びしますが、その方が2年ほど前に自宅のアパートで体験したお話です。小川さんは東京世田谷区のアパートで一人暮らしをしています。そんなある日、小川さんは欲しいものが安く手に入るネットのフリーマーケットでスニーカーを探していたそうです。そのスニーカーはすでに持っているのですが、色違いの黒い同じスニーカーが出店されていないか探していました。靴ですから誰かが長く履いていたものを買い取るというわけにもいかず、新古品という何か理由があって売られている新品を探していました。そんなある日、そのドンピシャに少し近いものが出てきたそうです。というのも、そのスニーカーは確かに誰も履いていない新品ではありませんでした。でも出店者は女性で、彼女の息子さんにそのスニーカーを買ってあげたというのですが、息子さんは一回履いてみたら気に入らなかったそうで、いらないと返されたということでした。デザインが気に入らなかったのか、足に合わなかったのかは分かりませんが、とにかく一回だけ、それもほんの数時間試しに履いていただけだという説明でした。ですからほとんど新品に近く、履き癖もなさそうな上、破格に安かったので、小川さんは購入することにしました。さて、それからしばらくしてからです。その日は小川さんは仕事が休みで、午前中に例のフリマで買ったスニーカーが配達されるのをアパートで待っていたそうです。そして11時ごろに荷物は配達され、小川さんは早速中を確認してみました。すると売り主の人柄がわかるような丁寧な箱に入ったきれいな黒いスニーカーが出てきました。そこで早速履いてみると、思った通り新品と全く変わらない履き心地でした。小川さんはその日配達が来たらすぐ買い物に出かける予定だったので、そのスニーカーを早速履こうと玄関に置いておきました。そして出かける準備をしていると、なぜか急に気分が悪くなってきたそうです。あれ、なんか体がだるいな、どうしたんだろう。そう思ったので少し休んで午後から出かけることにしました。でも一向に体のだるさは消えず、逆にどんどん具合が悪くなっていきました。そしてどうやら熱も出てきたようで、あれ、俺マジ風邪うつってたのかなと思った小川さんは出かけるのを諦めて布団で横になることにしました。ところがしばらく横になっていても熱が下がらないので、市販の薬を飲んだのですが、なかなか効かず、参ったなぁと思っていると、小川さんは急におかしな胸騒ぎがしてきました。なんだろうこの胸騒ぎは、と最初戸惑っていたのですが、それはだんだん自分に危険が迫ってきているような怖いという感覚に変わっていきました。おかしいな、なんでこんな怖いって感じるんだと小川さんは日頃怖いと思うことがまずないので、自分自身に驚きました。まるで自分に恐ろしいことが起きる前触れのような感覚でした。きっと熱のせいでそんな気持ちが起きるんだろう、そう考え、なんとか眠るように努力していました。その時小川さんは台所と布団が敷いてある奥の居間との間のガラス引き戸は開けっぱなしにしていました。そしてちょうど台所が見える横向きで寝ていました。すると小川さんはふと妙な気配を感じ、目を開けると、突然目の前の台所を右から左にタタタタタタと猛スピードで何者かがダッシュして
走り抜けていきました。びっくりした小川さんは、今のは何だと飛び起きたそうです。それはまるで短距離ランナーのようでした。一瞬だったので、どんな人だったか、性別も年齢もどんな服装かも分かりませんでした。でも玄関は鍵がかかったままですから、誰かが侵入できるわけがなく、その狭い台所を横切った人間がいるわけもないのです。今のはすごくリアルだったが、夢だったのだろうかと小川さんは何を見たのか半信半疑でした。結局熱で苦しんでいるので、おかしな幻覚でも見たのだろうと片付けて、小川さんはまた横になっていました。するとやはりさっきからある怖いという感覚は一向になくなりませんでした。それどころか幻覚を見たからか、どんどん怖い感覚は強くなっていったそうです。小川さんはもともとそんな怖がりな性格ではないので、この漠然とした怖さの原因が何なのか突き止めようと思いました。すると少しずつ分かってきたそうです。その怖さはどうやら部屋の玄関あたりから押し寄せてくる感じがしました。玄関から灰色の濁ったもやが小川さんに向かってじわじわと流れ込んでくるようでした。それが分かると、自分が毎日使う見慣れた玄関が怖くて怖くて近づいて確認することができなくなりました。でもなぜ玄関なのだろうと必死で考えましたが、玄関には靴以外何もおかしなものはありません。ただふと今まで部屋にはなかったもので、今あるものではないかと考えたそうです。そして小川さんははっと気がつきました。午前中に宅配便を受け取る前までは小川さんは至って元気だったのです。そして宅配の荷物を開けて例のスニーカーを試着した後ぐらいから小川さんは急に具合が悪くなったことに気がつきました。そしてその中古のスニーカーは今玄関に並べてあるのです。ああ、あのスニーカーだと怖いものが何だったのか直感で分かった感じがしました。小川さんの心臓の音は速くなり、あのスニーカーが全ての元凶なら何とかしなくては、そう思いました。そういえばさっき幻覚と思った台所を横切ったものがまるで短距離ランナーのようだったことも思い出しました。まさかあれはスニーカーに取り付いているものだったのではと怖くなり、このままスニーカーを部屋に置いておけばまたおかしな現象が起きるのではないかと思いました。そこで小川さんはだるい体を何とか奮い起こして玄関に行きました。するとそこには何の変哲もない黒いスニーカーが他の靴と一緒に並べて置いてありました。でもなぜさっきは気がつかなかったのか、小川さんはそれを見るなり背筋がゾワッとしたそうです。小川さんは霊感はありませんが、それでもそのスニーカーには目には見えない不吉な気が充満している感じがしました。そこで小川さんは普通のレジ袋にこの呪われたスニーカーを投げ捨てるように放り込み、台所にあった食塩をその上から振りかけて袋を縛り、アパートのゴミ捨て場にふらふらしながら持っていきました。確か明日がゴミの回収日だったな、そう思い小川さんは急いで部屋に戻りました。やっと元凶のスニーカーがなくなったのでもう大丈夫と思ったのですが、部屋に入ると一向に不吉な空気はなくなっていませんでした。小川さんはふと何かすごく間違ったことをしたように感じたそうです。そこでこの手のことに詳しい霊感のある会社の上司がいたので、すぐ電話をして事情をすべて話しアドバイスをもらいました。
すると上司はすぐにまたゴミ捨て場に戻ってスニーカーの袋を持ってくること、そしてレジ袋ではなく紙の袋にスニーカーを入れ替えること、食卓塩ではなくお清めの塩をかけて捨てることと言いました。小川さんはそんな紙袋もお清めの塩も持っていませんと言うと、上司が持っているということで、近所だったので小川さんはよろよろしながら上司の家に行きもらってきたそうです。その時上司は小川さんの様子を見てぎょっとした顔をしたそうです。そしてできる限り早くその靴を処分した方がいいと真剣に言ったそうです。言われるまでもなく小川さんは部屋に戻るとすぐスニーカーを紙袋に入れました。そしてもらったお清めの塩をパラパラっと振りかけたその時でした。突然小川さんはものすごいめまいに襲われ、うわーっと声を上げてその場にバタンと倒れてしまいました。ぐるぐると部屋ごと大きく回り、小川さんは自分はこのまま死んでしまうのかと思ったそうです。どれくらい倒れていたのか、気がつくと辺りはすっかり暗くなっていたそうです。小川さんはまずい、まだスニーカーの処理が完了していない、そう思い最後の力を振り絞って起き上がり、スニーカーの紙袋を深夜のアパートのゴミ捨て場に置いてきたということでした。そして部屋に戻った時は小川さんはまた倒れ込むように布団に入ったそうです。しばらくして夜中にトイレに目が覚めた時は体のだるさはなくなり、どうやら熱は下がっているようでした。そして朝にはすっかり回復し、嘘のように元気になり、その日はちゃんと仕事にも行くことができたということでした。家を出るときゴミ捨て場を見たらもう回収は終わっており、スニーカーの紙袋もなくなっていました。その後会社の上司は小川さんに、中古品は前の人の念が残っているから私は絶対古着とか買わないし、中古のものは身につけないのよと話していたそうです。でも小川さんが釈然としないのは、前の持ち主が一度しか履いていないスニーカーに自分の体調が悪くなるほどの恐ろしい強い負の念がこもっていたことでした。そしてあの一瞬見えた台所を走り抜けていった何かはあのスニーカーと関係あるのかも謎でした。売り主は普通の主婦で息子さんのために買ったものでしたが、なぜ息子さんが履きたくなかったのかも気になるところだったそうです。これは余談ですが、新品の白物家電にすでに霊が取り付いていた話を聞いたことがありますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。